どうも、クピオです。普段使いしている嫁の赤い N 版、限界に挑戦してきました。この N 版は4駆でターボエンジンなので走りがいいし、車内は高さがあるので車種枠も快適なんですよね。もうキャンピングカーいらないんじゃないかってくらい、そのままどこでも行けます。前から気になっていた過酷な環境での車種枠。このノーマル N 版で氷点下や豪雪地帯などの真冬の車種枠どこまでできるか試してきました。今回の動画は嫁の N 版雪中車中泊3本まとめて配信します。1本目は断熱のないノーマルのまま積雪なんと31センチの車中泊。 iPhone が寒すぎて電源つかなくなるぐらい過酷な環境です。窓に換気扇だけ取り付けて、石油ファンヒーターは氷点下で使えるのか検証してきました。2本目は標高 1000m、温度マイナス9度まで下がりました。日本で一番高い場所にあるパーキングエリアでの車中泊、かなり厳しい環境です。 N 版は DIY でベッドキットを作り、この日初めて実践投入し寝心地を確かめます。3本目はなんとマイナス11度です。もうアホでしょ。冷凍庫の中にいるような気分でかなり寒いです。カセットガスファンヒーターにシュラフを二重にして夜を過ごします。キャンピングカーではなく普通の車で装備をしっかりすればこのぐらいいけるという限界をぜひ体験してみてください。そして他の YouTuber さんともコラボしてますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。今日は自分の住んでいる奈良県でももう雪が降っています。そこで確かめたかったこの嫁のノーマル N 版で眠れるのか確かめます。もう近くの山は真っ白です。あそこに行ってみます。前に氷点下車中泊した時は眠れませんでした。断熱のない普通の車舐めてました。今回はマイナス5度まで対応のナンガの冬用シュラフ、それにこの電気湯たんぽ、こちら使ってみます。そしてこちら石油ファンヒーター使ってみます。前回電気のパネルヒーターとカセットガスストーブを使ってみたんですけど、電気のパネルヒーターは全然暖かくならず、カセットガスは温まるんですけど車内はポカポカまではいきませんでした。雪用のワイパー持ってきましたんでこれつけておきます。はい、交換完了しました。これ嫁の車なので若者はしておきます。今回嫁に車借りるとき、雪の中で車中泊したいって言ったらおもろそうやんって言ってくれました。そしてこのカーテン作ってくれました。これで目隠しもできたんでゆっくりくつろげそうです。今現在平地走ってるんですけど、気温が2度、そして雪はもう積もってます。平地でこれなんで峠行ったらかなり積もってると思われます。そして天気予報によると外気温はマイナス5度まで峠の方は下がるようです。今日車中泊する場所なんですけど、峠の駐車場、トイレある場所何か所か目星つけてます。とりあえず行ってみて様子見たいと思います。現在標高が 300m です。外気温はマイナス1度、氷点下入りました。N 版のライトめっちゃ明るくて見やすいです。ただこれちょっと心配なのが LED ライトなんですね。なのでもっと気温下がるとライトについた雪が溶けなくて視界が悪くなる可能性があります。お、びっくりした。木が倒れてます。雪の重さに耐えられなくて木が倒れて片側一車線塞いでました。
これ暗いんで結構本当危ないですね。ここの駐車場なんですけど、熊出るっていう看板がある駐車場なんです。トイレあるんでかなりいいんですけど、で最近ですね、ニュースでこの大宮山系、この近くの山で実際熊が出て事件が起きました。なので何かあったらすぐ出れるようにこのエンジンつけたまま様子見ます。うわ、すごい積もってます。すごいですね。サラサラの雪です。ちょっとさっき声出しておきましょうか。熊来たあれなんで、はっはここ俺や。もう車体の下やタイヤに雪がびっしりこびりついてます。ライトは大丈夫ですね。全然ついてないです。ここは候補にしつつ、もうちょっと先に温泉もありますんで、標高を上げて調査行ってきます。あ、なんかイルミネーションされてます。うわー、めっちゃ綺麗やなこれ。雪は止みましたね。ちょっとこの近くに温泉ありますんで一回寄ってみます。到着しました。標高は821メーターですね。ここもめちゃくちゃ積もってます。ここは有料の駐車場なんで比較的安心です。雪は止んだんですけど、風が少し吹いていて、もう風が本当に突き刺さるように冷たいです。ここトイレもあるんで、ここで車中泊できたらいいですよね。ちょっと一回温泉施設の方に聞いてみます。大丈夫ですか？あ、わかりました。ここは24時間。24時間。わかりました。はい、ここは24時間の有料の駐車場なんで、お金払ってくれたら大丈夫と言ってくれました。それでは温泉入って、その後ここで車中泊して明日の朝出発したいと思います。それでは車中泊のセッティングしていきます。サイドブレーキ凍る可能性がありますので、もうパーキングに入れて、この輪止め車にかましておきます。はい、これで OK ですね。多分明日の朝埋もれてるんで、なんか忘れそうで怖いですね。窓のシェードも取り付けます。ここはね、カーテンつけたんで、もうシェードじゃなくてカーテンしておきます。で、今回この窓開けた時に、前回少し雨が入ってきたんですけど、雨どいを購入しました。それを今からつけます。これなんですけど、換気扇と同じナッツバンライフプロダクツさんから購入しました。これも超簡単で、ここに留めて、この100均で売っているこういったクリップですね。このクリップで挟みます。反対も留めます。そしてこれで OK です。そして反対側も取り付けておきます。こんな感じで少しだけ外に出ています。なので窓開けた時にちょうど雨が入らなくなります。出っ張ってますんで、走行中は取り付けられません。外気温を測りたいんで、このワイヤレスの温度計、ここに置いておきます。今の温度計ワイヤレスなんで、一応この有線の温度計もう一個設置しました。はい、それではこれで一旦お風呂入ってきます。うわ、お風呂上がったら大雪です。すごい待ってます。ちょっとかなり温まったんですけど、また冷えそうです。で、車内戻ります。うわ、フロントウィンドウももうすでに雪で埋まってます。車内の温度かなり下がってそうです。
車内息が白いぐらい冷えてます。現在の車内の温度が 2.4 度、外がマイナス 4.2 度です。これはやばいですね。まだまだ外気温下がると思います。ナンガのこの用意した登山用寝袋、マイナス5度までなんですね、快適温度が。先ほどの外の電光掲示板マイナス8度だったんで、ここもそのぐらい下がる可能性があります。このロゴスの2度まで対応している寝袋、一応今回かぶらずに下に敷こうと思って持ってきたんですけど、寒すぎて眠れなかったら寝袋二重にしたいと思います。これもう冷蔵庫電気いらないですね。ノンアルコールビール持ってきたんで、もう外の雪で冷やします。お、かなり積もってます。冷蔵庫冷やす用の雪もこの中に入れてきます。で、雪をここに入れて冷やしてきます。いろいろしていたら車内がもう 1.3 度まで下がってきました。寒くて手がかじかんでいたんで、石油ファンヒーターつけます。これ家で実際に使ってるやつなんですけど、日本製の大日という会社が作ってます。石油は今回来るときに満タンしてきました。もうほとんど上まで来てます。実際に使ってみて燃費と消費電力を調べます。ポータブルバッテリーは2台持ってきました。こちらがミドルタイプの容量 580Wh タイプです。そして奥が 1000Wh タイプ。これ結構容量ありますんで、今回照明や料理など全てこっちで使います。なのでこの容量 580Wh タイプのポータブルバッテリーは石油ファンヒーターのみで使います。使用時間とポータブルバッテリーの残量を後で調べます。現在の残量は 100% です。スイッチオン。お、最初ついて 436W も消費されてます。最初の消費電力は大きいようです。窓開けて車内換気しておきます。反対側も開けておきます。はい、これで OK です。窓プラスこの一酸化炭素警報器、天井付近に設置してきました。これね、やばいです。桁違いのあったかさです。これは気持ちいいです。カセットガスのヒーターの10倍ぐらいあったかいです。後で料理しますんで準備しておきます。こちら側にフライパンとお箸、調味料、コップなど置いてます。こちら側は長尺物っていうんですかね、この料理で使うラップやアルミホイルを置いてます。このパンチングボード収納以外にこのカーテンなど他にもベッドなど現在車中仕様に DIY してます。こちらはまた後日別で動画出したいと思います。まだ15分ぐらいしか経ってないんですけど、もう車内は 11.8 度まで温度上がりました。で、天井付近に温度計セッティングしてるんですけど、そちらは 13.4 度です。走行中はずれないようにこの100円ショップで売っていった滑らないマット、こちら引いてきました。それではキンキンに冷えたノンアルコールビールいただきます。お、埋まってます。完全に埋まってます。お、キンキンです。それではいただきます。暖房をつけて1時間近く経ちました。かなり暑くなってきました。ちょっと設定温度下げときます。で、現在の車内の温度が 22.8 度、天井付近は 24.2 度です。ポータブルバッテリーの残量は 77% と 23% も減ったんですけど、今設定温度下げたらこの消費電力が 21W、かなり省エネになりました。
ここから長時間持ってくれそうです。それではお腹すいたんで車中飯いただきます。今日はこの札幌一番塩ラーメン、インスタントラーメンで塩ラーメン鍋作ります。これ簡単でめちゃくちゃ美味しいんですよ。材料はこの塩ラーメンと料理酒大さじ1、塩少々、あとは好きな具材です。今日はこの愛知対応のアルミ箔鍋で鍋作っていきます。そして忘れてはいけない麺も一緒に入れます。いやーもうほんと美味しそうな匂いしてます。で最後にこの付属の切りごまこちらかけていただきます。あ、ちょうどいいです。塩ラーメンと豚肉や海鮮類のうまみが混ざって最高のスープになってます。なんて罪の味なんでしょうか。麺が海鮮、豚、すべての旨味を吸って最高の塩ラーメンになってます。ごちそうさまでした。いや、美味しくて鍋2回戦しちゃいました。石油ファンヒーターも食事中暑かったので切ってました。だいたい30分ぐらい切りました。でまた寒くなってきたんでつけます。具材少しだけ余ったんで冷蔵庫の中に入れてきます。このたくさんの旨味が凝縮された塩ラーメン鍋のスープで炊き込みご飯作ったら絶対美味しいですよね。明日の朝はそちらをいただきます。石油ファンヒーター使っていたこのポータブルバッテリーなんですけど、残量が 31% になりました。使用時間はだいたい4時間半ぐらいです。最初はガッと20何%減ったんですけど、あとは1時間ごと 11% から 13% ぐらい減る消費量でした。このままいくと残り2時間半ぐらいで切れるんじゃないかなと思います。なので容量 580Wh のミドルタイプのポータブルバッテリーで7時間ぐらい約一晩持つことができます。石油の最終残量はまた明日帰るときにチェックしたいと思います。それでは外の様子どうなっているのか、このドアから直接見ます。お、すごいな。さらに増えてます。もうこのドアのギリギリまで来てます。パウダースノーなんで風で雪が舞ってます。めっちゃ綺麗ですね。メジャーありますんで積雪どのぐらいなんか測ってみます。24センチぐらいですね。ミラーなんですけど、この少ない面積の上にかなり積もってます。そしてこの助手席のドアの横、これつららみたいにできてますね。すごいな。天気予報によるともうこの雪で止むみたいなんで、これ以上は積雪増えないと思います。明日の朝の光景楽しみです。今外気温なんですけど、この有線で外に出している温度計では
マイナス 2.2 度です。天気予報アプリではマイナス5度まで下がると表示されてました。マイナス5度だったらこのナンガの寝袋マイナス5度快適温度なんで、こちら1枚で今日は寝て試してみます。この電気湯たんぽだけ使います。今から温めておきます。65度に設定しておきます。電気湯たんぽの消費電力なんですけど、現在 295W ぐらい、LED 照明が 15W ぐらいなんで約 280W 消費されてます。はい、湯たんぽもできました。だいたい65度まで10分から15分ぐらいかかってました。最高です。めっちゃあったかいです。じゃあこれシュラフの中入れます。湯たんぽは足元の方に入れていきます。そしてこのワイヤレスの温度計、これもシュラフの中に入れて温度測ります。今シュラフに入れた温度計が 6.8 度。ここから何度上がっていくんでしょうか。楽しみです。現在の車内の温度は 13.3 度。そして天井、ここに置いてる温度計が 15.3 度。やっぱり天井付近はあったかいですね。外気温がマイナス 0.5 度なんですけど、これ今雪の中埋もれてるんで逆に温度上がってると思います。この軽バンで気になるのがこの鉄板の温度やこのプラスチック、こういうところの温度ですね。何度なのか調べてみます。これ赤外線の温度計です。まずはこの鉄のとこからいきます。12度ですね。そしてこのプラスチックのところ行ってみます。12度。同じですね。意外ですね、これは。このバックドアのとこ、これなんか布みたいな感じなんですね。これ何度か調べてみます。16度。ちょっと高いですね、温度。ここの鉄板は 11.6 度。やっぱ12度ぐらいですね。この木何度なんでしょう。木は結構温度高いですね。19度です。ということは、よくバンライフとかされてる方で木で覆ってる方多いんですけど、それは正解ということですね。断熱効果あるようです。このガラス何度か測ってみます。 6.7 度。やっぱ寒いですね。でこの断熱したシェード何度でしょうか。 15.16 度。やっぱ断熱されてますね、ちゃんと。そしてこの床底冷え結構するんですよね、車。ここ何度か調べておきます。 2.3 度。そら寒いわけですね。冷気は下から来るようなので床断熱は絶対した方がいいということですね。天井はちなみに18度ぐらいありますね。これは今石油ファンヒーターつけてるっていうのもあると思います。それでは寝る準備していきます。今日なんですけどフリースのパジャマ忘れちゃいました。なのでこのチノパンと上パーカーですね、これで寝ます。で中にはこういったユニクロで売っていた長暖というヒートテックの肌着を装着して眠ります。それでは石油ファンヒーターは切ります。今からですね、すぐに寝ずに30分シュラフの中でゴロゴロします。何度シュラフ内温度が上がるか検証します。現在が 9.8 度です。車内の温度は 14.4 度です。今上半身は寝ている状態です。やっぱり空気がどんどん冷たくなってきます。ただ足元は湯たんぽ入れてるんでポカポカします。30分後温度どうなってるか楽しみです。寝ないように頑張ります。30分だけのつもりが3時間寝てしまいました。今現在の車内の温度が 1.2 度、シュラフの中が 31.9 度。めっちゃあったかいですね。じゃあもうちょっと寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠りました。外はもう真っ白ですね。現在の車内の温度が 1.9 度。一番下がったのは 0.4 度です。このボディは 4.2 度。このプラスチックのところも5度。もう天然の冷蔵庫状態です。現在の外気温、この有線のやつがマイナス 2.3 度。
一番下がったのがマイナス 4.8 度です。やはりマイナス5度ぐらいまで外は下がっていたようです。こんなにもキンキンに冷えたんですけど、このシュラフの中は本当があったかかったです。今のシュラフ内の温度が27度。ほとんど温度下がってないですね。めっちゃあったかいです。シュラフから出るのが辛いです。結露なんですけど、ボディは軽く濡れてますね。ただこの下の方は結構濡れてますね。そして窓、やっぱり窓は凍ってます。結露が凍ってます。もう全面凍ってます。これ当たり前ですけど、凍っていたらシェードに水滴つかないんですね。冬の車中泊はいつもシェードが結露でベタベタになるので、拭かなくていいのは楽ちんですね。ちなみに湯たんぽはまだほんのり暖かいです。それでは石油ファンヒーターつけます。つかないですね。ポータブルバッテリー 20% ぐらいあったんですけど、寒さで急に 1% になりました。やっぱり氷点下近くなってくるとリチウムバッテリーは弱いですね。もう一台の方に挿してみます。こちらは 50% 残ってます。頼む、ついてくれ。つきました。めっちゃあったかいです。いやー、ほんと来てよかったです。最高です。それでは少し外に行ってみて、外の様子見てみたいと思います。その前に朝ごはんの準備しておきます。昨日の塩ラーメン鍋、その残り汁で炊き込みご飯を作ります。先にこの無洗米をスープの中に入れて水吸わしておきます。今日は炊飯器じゃなくてこの IH とアルミ箔鍋で炊き込みご飯作ってみます。一旦石油ファンヒーターは消しておきます。出入りなんですけど、こちら側で出入りすると息が結構入ってきて、この辺が濡れちゃったんで運転席から出ます。それでは開けてみます。もうここまで来てます。すごいな。すごい。雪の量は昨日また少し増えたようです。ただ車体の前はそこまで雪が積もってなかったんで、これは簡単に脱出可能です。昨日はミラーをあえて折りたたみませんでした。朝起きて開かなかったら怖かったんで、昨日ワイパー立てるの忘れてしまいました。これ凍ってますね。今から立てておきます。この前輪タイヤの後ろ、完全にこの辺凍ってます。これはちょっと後でちゃんと落としておきます。車体後方、ルーフから流れ落ちる水滴がもうこんな感じで凍ってます。いや、しかしほんとかなり積もってますね。足が取られそうです。これ何センチぐらいなんでしょうか。測っときます。増えてますね。31センチまで積雪増えてます。先に雪下ろししときます。これはちょっと凍ってますね。フロントウィンドウ。この温度計はここにセッティングしていました。この凍ったフロントウィンドウなんですけど、これスクレーバーっていうんですかね。こういうの持ってきてます。これでいけますね。これ結構気持ちいいです。とりあえずこんな感じですかね。
輪止め忘れてました。埋まってました。じゃあ反対側も。じゃあこれで出発できます。暖かい車内入って朝ごはんいただきます。いやー、石油ファンヒーター、ほんと神アイテムです。一瞬で温まります。それでは塩ラーメンの炊き込みご飯炊いていきます。昨日の余った野菜も入れていきます。そしてこれ焼き鳥の塩味、これ入れたら絶対美味しくなると思います。昨日スープが少し薄くなっていたんで、このタレも一緒に入れて炊いていきます。電源落ちました。ファンヒーターも LED 照明もしてます。ポータブルバッテリー電源落ちてますね。残量が3% になってます。2台目のポータブルバッテリーは容量 1000Wh だったんで、容量結構あると思っていたんですけど、この IH で炊飯が良くなかったですね。かなり消費していたようです。今回は電気のみ、ガス持ってきていないんで、これ10分ぐらいしか炊いてないんですよね。なのでしばらく放置して蒸してみます。寒さはシュラフにくるまりながら耐えます。でこのモバイルバッテリーありましたんで、こちらで LED 照明はつけます。見た目はすごい美味しそうなんですけど、ご飯できてるんでしょうか。食べてみます。それではいただきます。できてました。ちょっと柔らかめでおじやっぽいんですけど、なんとか緩めの炊き込みご飯という感じです。美味しいです。自分煮卵めっちゃ好きなんですよね。いただきます。これがあると一気にラーメンっぽくなって美味しいです。ご飯も塩ラーメン鍋の旨味と缶詰の塩加減がちょうどよくて、なんぼでも食べれそうです。ごちそうさまでした。絶妙な塩加減だったんで、これ1合でいっぱいあったんですけど、全部ペロリと食べちゃいました。40中盤になってもまだまだ食欲が衰えません。この体どうなってるんでしょうか。かなりコンパクトになりました。あとは防臭袋に入れて車内に匂い出ないようにして持ち帰ります。それではそろそろ出発の準備します。最後に今回の極寒雪中車種役で感じたことなんですけど、まずこの石油ファンヒーター、これ神アイテムです。もうこれ使うとカセットガスストーブには戻れません。段違いであったかいです。最終残量なんですけど、結構残ってますね。だいたい3分の2ぐらい、このぐらいまでありました。この容量が 3.5 リッターなんで、これの3分の2だったらだいたい 1.2 リッターぐらい使用したことになります。100円として換算すれば120円ですね。コストめっちゃ安いですね。ただ電気は意外と消費するなと感じました。これ 580Wh のポータブルバッテリーなんですけど、3時間使用して残り 51% になりました。だいたい7時間ぐらい疲れると思います。今朝は寒すぎてポータブルバッテリーの残量がなくなってしまい、違うポータブルバッテリーで使用しました。1泊2日の車中泊旅で夜と朝ガンガンに使いたいなら、容量 1000Wh ぐらい欲しいなと思いました。料理と照明とは別にです。これは本当に家で使ってるやつなんで、今度消費電力の低い石油ファンヒーターなどいろいろ探してみて、また検証したいと思います。そしてこの登山用のナンガの寝袋なんですけど、これほんとすごかったです。ぐっすり眠れました。マイナス5度まで快適に眠れるということなんで、今日は車内マイナス1度くらいだったんで余裕でした。前に眠れなかった時はこのロゴスの冬用のシュラフ2度まで対応です。
こちらと中に電熱パッド、温かい毛布を入れてました。この組み合わせ、軽キャンピングカーなら全然余裕だったんで、この L 版でもいけると思ったんですけど、全然眠れませんでした。今回みたいに寒さで電気がなくなることもあるんで、やっぱりもう電気なしでこのシュラフだけで眠れる環境っていうのは冬の車中泊で本当大事だなと思いました。今回はこの電気湯たんぽを使いましたが、これなくても暖かかったと思います。さあ、それでは無事に出れるとは思うんですけど、ゆっくり慎重に出発します。エンジンかかりました。うわー、すごい結露してます。危ないとこでした。この雨よけ外すの忘れてました。これちょっとかさばるんですけど、性能はかなりいいです。今は愛知県の高速道路パーキングエリアにいます。今日はここで車中泊して明日関西方面に帰ろうと思っていたんですけど、隣の岐阜県に日本で一番標高が高いパーキングエリアがあるようです。明日の朝の最低気温はなんとマイナス8度です。寒さ対策してきたのでそこに行ってみます。わざわざ寒いとこに行って寝るって普通にアホでしょ。この嫁車中仕様に DIY して初めて実践で試します。前にノーマルの状態で氷点下車中泊した時は寒すぎて眠れませんでした。それを克服するためにベッドを作り、収納も大幅に改善しました。寒すぎてポータブルバッテリーが使えなかったので、今回は電気に頼らずに眠れるように対策してきました。暖房も前回電気使えなくて困ったので、今回は電気に頼らずガスだけで使う暖房を持ってきました。こちら3種類持ってきましたので、どのぐらい温まるのか検証します。助手席の足元には長靴やカッパ、スコップのチェーンなど雪対策のグッズを持ってきました。そしてこちらは二酸化炭素濃度計測器です。これで N 版の車内の気密性を計測します。今回は氷点下の中快適に過ごして眠ることができるのでしょうか。不安ですがワクワクします。それでは行ってきます。今現在愛知県の気温は8度です。雨や雪も降ってなく風もなく、かなり穏やかな気候です。今から行く岐阜県は豪雪地帯です。天気荒れてなかったらいいんですけど、最悪雪多くて前見えなかったら近くのパーキングエリアで休憩して避難します。はい、岐阜県入って日も暮れてきました。で、気温が下がってきました。今から山間部入ります。雪ですね。ちょっと情報を知りたいんで、次のパーキングエリアに入って最新情報を調べます。かなり冷えてきました。少し雪が降ってきました。はい、今がここで、この先茶色いとこ行くんですけど、これ冬タイヤ規制ですね。通行止めにはなっていません。よかったです。L 版なんですけど、今4区でスタッドレスタイヤ履いてます。問題なく走行できると思いますが、ゆっくり慎重に行きます。ちょっと外出ただけなんですけど、かなり体冷えました。ちょっと中でお茶飲んで温まります。ポータブルバッテリーは今回2台持ってきました。容量 580Wh のミドルタイプと
容量 1500Wh の大きめの容量2つ予備で持ってきました。これ実は2台とも三元系リチウムのポータブルバッテリーです。前回氷点下の時、三元系のリチウムバッテリーはすぐ消費してあまり使えなかったんですけど、リン酸鉄リチウムバッテリーのポータブルバッテリー持ってるんですが、サイズが大きくてここに入りませんでした。三元系のリチウムバッテリーはやっぱりコンパクトで軽自動車にはちょうどいいですね。氷点下に入るとポータブルバッテリーが使えなくなってしまう可能性があるんですが、前に DIY でここ 5mm の断熱入れました。なのでポータブルバッテリーの底は前より冷えないと思います。車中飯の調理は電気なんですけど、この暖房はガスで、シュラフはもう電気いらないんで最悪使えなくなっても問題なく過ごせると思います。ガスボンベの予備はここに置いてます。あと食料もこの中入れてきました。朝の底冷えでガス管が使えない問題なんですけど、この前回使ったお弁当ウォーマー、こちら30度に設定したら使いましたんで、今回も持ってきました。お茶のともにお菓子持ってきました。いただきます。美味しすぎて全部食べちゃいました。今から行く厳しい世界へ、その前のほんの一瞬だけリラックスした空間でした。日本で一番高いパーキングエリアの真冬の極寒車中泊、少し怖いですが念入りに準備はしてきました。もう行くしかないですね。すごいな。標高が1087メーターです。結構積もってますね。わあ、すごい降ってます。この橋のところ、除雪された雪が積み上げられてます。すごい量ですね。ここが高速道路のパーキングエリアとは思えません。さすがにこんなとこ誰もあんま来ないですね。このボディ下、もうすごい氷がついてます。これサイドブレーキ凍る可能性ありますんで、今日はサイドブレーキせずに輪止めで車止めてきます。ここのパーキングエリアはお店はなしで、トイレと自販機だけあります。それでは車中泊の準備していきます。今日なんですけど、このフロントウィンドウに外のシェードつけてみます。これやったらワイパーも立てずにこのままできそうですね。このゴムでミラーのとこかけます。これはもう中に入れてこのままドア閉めます。はい、こんな感じですね。これはフロントウィンドウも壊らないんでかなり効果ありそうです。次はこの後ろの窓に雨よけ取り付けていきます。はい、これで OK です。ここのポップアップウィンドウを開けても雨や雪が入りにくくなります。次シェードなんですけど、自作してきました。1枚だと大きくてつけにくかったんで2分割しました。ちょっと大きめにしたんで吸盤なくて押し込むだけで落ちてきません。こんな感じでうまく切り取れなかったんですけど、今回外もシェードしてますんで断熱効果はかなりあると思われます。次、こちらは社外品の網戸です。運転席の窓に取り付けることができます。ちょっとコツいるんですけど、これかなり便利です。そこにこの銀マットを取り付けます。助手席側も取り付けます。この運転席側の
銀マット細工しました。ここにカッターで折り目入れて曲げれるようにしました。そうすることによってここ換気できます。で、寝るときはここを押せば断熱されます。リアのシェードはこんな感じで100円ショップに売っていた強力マグネット、こちらをボンドで留めてます。これコンパクトにまとめれるんで、こんな隙間とかに収納できます。こちらサイドのドアなんですけど、こちらはシェード作ってません。換気扇がありますので、もうこちらはこんな感じでカーテンだけにしておきます。反対側のスライドドアもこちらカーテンだけです。これもマグネットをボンドで留めました。こんな感じで留めていきます。二酸化炭素濃度計測器もセッティングしてきます。これ自然界が 400ppm ぐらいです。今上がってきました。 2000ppm ぐらいで眠気がしてきて、 10000ppm ぐらいで息苦しくなってくると言われてます。 L1 は結構隙間があると思いますんで、そんなに濃度高くならないと思います。この辺も今回検証します。はい、こんな感じでセッティング完了しました。で、今回この運転席から換気する理由なんですけど、通常はこっちから空気を排出してこっちから空気を吸います。そうなるとここに座ってるとやっぱりすごい風が通るんで寒いんですよね。なのでここを開けて、ここから空気吸い込んで、ここから排出する流れを作りました。これでそんなに寒くなく換気も可能だと思います。はい、リアの方はこんな感じです。この寝袋めくると下に全て入ってます。こっちのガスボンベや食料の横はクッカーなど入れてます。その後ろは緊急用のトイレセットで、こちらはゴミ箱に使います。で、一番後ろはビルトインの冷蔵庫、ノンアルコールビールとか食材持ってきました。で、こちらの方は走行中はここの DC L1 ついてますんで、ここから電源取ってました。で、これは二股にして、ここは冷蔵庫、そしてこっち側はポータブルバッテリーの走行充電に使いました。ここでオンオフのスイッチができます。で、この隙間にもスリムなゴミ箱を置きました。そして新しい DIY なんですけど、ここなんですけど、テーブルの下木の板乗してます。これで収納スペースが少し増えました。それでは早速暖房を使っていきます。まずはこの2つですね。これはいつも使っている岩谷のマイダンです。そしてもう一つはこれ韓国のメーカーさんです。めちゃくちゃちっちゃいですよね。まずは岩谷のマイダンから使ってみます。これ結構あったかいんですけど、暖気が上に行くんですよね。なので今回はこの扇風機用意しました。これ電気なくて、この熱風がそのまま前に来ます。で、これ落ちたら危ないんで、このクリップで固定しておきます。それではスイッチオン。つきました。それではまずは前換気します。そしてここも開けときます。ここの換気扇はまだ回さないでおこうと思います。そして一酸化炭素警報器、ここにセットしておきます。今の外気温がマイナス 3.1 度で、中の温度が 7.2 度です。扇風機回ってきました。あったかい風が全面に来てます。これやったら全然違いますね。これは期待できそうです。いただきます。ゆっくりしていたら30分経ちました。現在のテーブルの温度計が 16.1 度、そしてダッシュボードにも温度計を置いてたんですけど、その温度が 9.8 度です。ということは30分で車内の温度が 8.9 度上昇したことになります。この扇風機との組み合わせかなりいいですね。それでは次はこの小型のカセットガスストーブ試してみます。カセットガス入れるとこんな感じで横にはみ出ます。あれ、これつかないですね。前段ではついたんですけど、こっち側では結構このカセットガスが冷えてるんでつかないようです。ちょっと温めておきます。
はい、10分ぐらい体で温めてつきました。でこれも上に扇風機のしときます。はい、今ちょっと気温落ちてきたんですけど、中の気温が 15.5 度で、外気温がマイナス 2.4 度です。こちらも扇風機が回りました。前にあったかい風来てます。これも結構あったかいですね。で一応念のためこの消火スプレーもすぐに使える状態にしてます。ここにですね、この iPad のホルダーを取り付けてます。これは子供後ろに乗るんですけど、その時に結構泣くんで、泣かないようにこれで動画見してます。これ車中泊の時この位置使えますね。はい、30分経ちました。現在の車内の温度が18度で、ダッシュボードの温度が 13.2 度です。ということは車内が 2.5 度上昇しました。最初この前段で結構温まっていたんで、それを継続してさらに上昇することができました。体感的にはやっぱりこっちの前段の方があったかい気がします。でやっぱちっちゃいでね、こっちの方が。でも問題なく車内を温めることができました。やっぱりこういったシェード、分厚めのやつを自作すればカセットガスの暖房器具でも十分温まることが分かりました。次一番強い風暖検証したいんですけど、お腹空いたんで車中飯します。で IH 調理器使えますんで、この熱で車内が上昇すると思いますんで、車中飯食べた後に風暖は温度検証します。今日の車中飯なんですけど、自分マロニーめっちゃ好きなんですよね。このマロニーでかきたまマロニー作ります。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、体温まりました。マロニーってじゃがいもなんですけど、なんか全然じゃがいもの味しないですよね。おすすめの茹で時間は3分ぐらいの固めが美味しいです。すごいプリプリします。ね、残っただしは明日の朝また雑炊にしていただきます。今日洗い物なんですけど、シェラカップとスプーン、この2つです。で、試しでアルカリ電解水、こちらかけて、でキッチンペーパーで拭きます。そしてアルコールウェットティッシュで入念に最後に拭いておきます。この方法だったら匂いもしないんで、とりあえず応急処置としては大丈夫そうですね。また家帰ってからきれいに洗います。そしてこのテーブルの下に引き出し作りました。ここにお箸とか入れてます。これ軽キャンピングカーインディ720でも DIY してすごい便利だったんで、この N 版にもつけました。これ Amazon で売っている文房具を入れる用の引き出しです。でこれにこのチャイルドロックつけて走行中ずれないようにしました。さあ、それでは風暖の検証をします。これめちゃくちゃあったかいんですよね。さっきの2つはもう運転席の足元に収納しました。今車内の温度下がっちゃって 9.5 度です。で外気温はマイナス 3.2 度です。いやーもうこれほんとめっちゃあったかいです。最高。はい、30分経ちました。で現在の車内の温度が23度で、
フロントのダッシュボードに置いている温度計が 14.3 度。ということは30分で 13.5 度上昇しました。ちなみに強さ2段階あって弱い方にしました。マイダンと扇風機の組み合わせもかなり検討しました。 8.9 度上昇なんで、スタートの温度は両方とも大体同じぐらいでした。やっぱり風暖は段違いであったかいです。石油ファンヒーターとほとんどあったかさ変わらないと思います。ただカセットガス1本で2時間半しか持たないのがデメリットかなと思いました。マイダンは3時間20分持ちます。じゃあ一旦消しときます。それではトイレ行きたくなってきたんで一旦外の様子見てきます。開けた瞬間冷気がすごいです。雪また降ってきましたね。もうフロントウィンドウのカバーの上に雪が積もって真っ白になっています。今日はこれまた凍る可能性あるんでミラーも折りたたまない方がいいですね。後ろすごいですね。こっちから風吹いて雪当たってますんで、もう冷凍してるみたいな感じです。カチンコチンです。やっぱり標高が高いんでなんか雪も冷たいですね。で風はもちろん冷たいんでかなり手がかじかんできます。ちょっとトイレ行ってきます。止まっているのはもうトラックだけですね。当たり前ですけど一般の車は自分以外1台もありません。それでは車内入って寝る準備していきます。一瞬で体が冷えました。手がもうかじかんで痛いです。それではベッドを少し拡張します。横にずらしていきます。そして延長マットをはめます。これで上半身の部分は比較的ゆったり眠れます。シュラフは二重にしてます。中に快適温度マイナス5度のナンガのシュラフ、そして外に快適温度2度のロゴスの封筒シュラフ。この状態ならかなりの温度耐えれると思います。寝る服装なんですけど、ジーパンはシュラフの中ゴワゴワしますんで、こちらのダウンパンツ履きます。そして下の肌着はモンベルのメリノウールというすごいあったかい肌着です。こちら上も着てます。でその上にこのフレース素材のパーカー着て寝ます。上半身は動きやすいように薄めにしておきます。この組み合わせならかなり温度が低くなっても電気に耐えらずに眠れると思います。楽しみになってきました。明日の午後の朝の最低気温最終確認しておきます。下がってますね。マイナス9度まで最低温度下がりました。この後雪も降るそうなんでさらに車に積もりそうですね。で車内が氷点下絶対入りますんで、このお水関係ですね、凍って明日の朝飲めなくなるんでもうついときます。これで凍っても IH で加熱すればすぐ水に戻れます。 iPhone も使えなくなるんでポケットに入れて一緒に眠ります。カセットガスは1本だけこのお弁当を真ん中30度に設定して入れておきます。これで明日氷点下になっても朝から暖房使えると思います。バッテリーもまだ大丈夫ですね。こちらマックスパワーの方が 90% で 1500Wh の弱利の方が 85% 残ってます。それでは最後に歯磨きして眠ります。こちら使い捨ての歯ブラシでこの中にゆすいだお水入れます。で凝固剤で固めて家持って帰って捨てます。それでは風暖は消してで窓は閉めて、現在の車内の温度が 18.4 度です。何度まで下がるでしょうか。そして二酸化炭素濃度は 1974ppm です。こちらもいくつまで上がるんでしょうか。自分が所有している軽キャンピングカーは気密性が高いので 5000ppm まで朝起きたら二酸化濃度が上がってました。N 版はどうなんでしょうか。そちらも明日の朝調べます。かなりあったかいです。いやー、しかしこの車尺仕様初めて泊まってみたんですけどかなり使いやすいです。やっぱり下の収納がかなり大容量なんでこれは本当に助かります。今日はどんな夢が見られるんでしょうか。それではおやすみなさい。
ざいます。現在の車内の温度が0度、外気温はマイナス 4.9 度。前回マイナス6度で車中泊した時は車内もそのぐらい下がったんですけど、今回は5度ぐらい車内の方が気温高かったです。やっぱりこういったシェードや床との熱が効いていたのかもしれません。そして二酸化炭素濃度は 2180ppm。 やっぱりそこまで気密性は高くないようです。どこか車に隙間が空いていて空気が入れ替わっていたようです。お水も凍ってないですね。やっぱり断熱性がかなり上がったようです。 DIY してから。シラフの中はあったかかったんでぐっすり眠りました。温度計入れてきました。シラフ内の足元の温度は現在17度です。かなり寒いんですけどトイレ行きたいんで外の様子見てきます。今回は厚手の手袋しておきます。どうなってるでしょうか。びっくりした。びっくりした。これ鍵ロックしたのをこっち内側で開けると警報器になりました。びっくりした。さらにL 板に息積もってもうフロントウィンドウそうなんですけど屋根も埋まってしまいました。あそこに書いてますね。高速道路標高日本一、海抜1085メーター。これパーキングエリアの歩道なんですけどすごいことになってます。一旦車内入ってあったかいコーヒーいただきます。まずは暖房をつけていきます。このお弁当まで温めていたカセットガス使用します。つきました。よかったです。IH でお湯を沸かしていきます。ポータブルバッテリーの残量はこちら 87% ともう一つは 81%。 大丈夫ですね。そういえばここの窓ほとんど結露しないですね。後ろのシェードどうなってるんでしょうか。外してみます。ここは結露してますね。凍ってます。やっぱりこのリアのシェードはこの隙間に入れておきます。助手席の窓はどうでしょうか。成功しました。全く結露してません。ぴったりつけていたので。フロントウィンドウはどうでしょうか。ここも成功しましたね。ほとんど結露ついてません。いやー、この銀マットかなり優秀ですね。それでは朝ごはんいただきたいんですけど、間もなく除雪車が来て朝の除雪されると思いますので車を少し移動させておきます。はい、それでは先軽く雪取っておきます。ミラーも見えなくなってます。やっぱこれ閉じないで正解ですね。はい、上止めも取っておきます。屋根も結構積もりましたね。そしたらこのフロントのカバー取ってみます。おー、すごい。これはすごい。全然凍ってないです。これは楽ちんですね。全くフロントウィンドウ凍ってないんで、これだったらすぐ出発できます。で、フロントウィンドウの上の部分も覆いかぶさってたんで、ここも凍ってません。あとはボンネットの少しだけ貼り抜けたら終了です。はい、じゃあとりあえずこれで移動させます。エンジンつけます。問題なくかかりました。それでは昨日のかきたまマロニーのだしで雑炊作っていきます。だしが結構減ってますんで、追加のお水と追加の調味料も足しておきます。
めちゃくちゃ美味しそうにできました。それではいただきます。めちゃくちゃ優しい味です。本当に鍋の出汁で雑炊したような感じです。美味しいです。ごちそうさまでした。体温まりました。で、洗い物なんですけど、今回白カップの方はこのサランラップ巻きました。なのでこれでも OK ですね。あとはスプーンを拭いて、アルミ箔鍋は細かくして家に持って帰って捨てます。はい、荷物も全て収納して片付け終わりました。今回初めてこの車種泊仕様ですね。極寒車種泊で使ってみた感想なんですけど、まずは良かったところなんですけど、この入り口本当良かったです。雪降っていて、ここで入ってきて全部落とせますんで、ベッドとか濡れませんでした。この狭い軽自動車の中でもスペース削って入り口作って良かったです。そして次は断熱ですね。この床断熱 5mm の断熱シート、あとはシェード周りしたんですけど、これで全然違いました。前回は外気温まで車内も下がったんですけど、今回はプラス5度ぐらい中の方が暖かかったです。この差は大きいですね。そしてお座敷モードじゃなくて足を下ろせたのも楽でした。冷蔵庫はビルトインタイプにして正解でした。こっちが何やかんやでポタテンとかでいっぱいになっちゃったんで、これもこっちになるともう本当に足の踏みようがなくなっちゃいます。なんかもう座ったまま全て手届くんでめっちゃ楽でした。自分がもう一台所有している軽キャプコン軽キャンピングカーインディ727と同じぐらい使い勝手良かったです。ただ夏はこの車両めちゃくちゃ暑くなりますんで車中泊はできないと思います。夏はやっぱり軽キャブコン断熱ボディのあるインディ727の方がやりやすいと思います。ただ N1 でも夏快適に車中泊できないかまた試行錯誤してみたいと思います。そして次はデメリットなんですけど、やっぱりこのシェードは普通車は手間ですね。全面にしないとダメなんで。そして今回吸盤タイプじゃなくてこのはめ込むだけにしたのはかなり楽になりました。これはおすすめです。自分は透明のゴミ袋を水で貼り付けてからペンでなぞってカットして、その通りにマットもカットしました。そしてこの網戸ですね、助手席のやつはやっぱりちょっとはめんのコツいりますんで少し手間でした。こちらは慣れるまでもうしばらく使ってみます。やっぱり狭いんでしょうがないんですけど、この入り口出るときに暖房毎回こうやって横にしないとダメなのが少し手間でした。これはもうしょうがないですね。なんかこの辺に台作って暖房を置ければ移動せずに済むかもしれません。また考えてみます。この車中泊仕様に DIY した動画はまた概要欄にリンク貼っておきますんで、興味ある方は見てみてください。そして暖房なんですけど、この風暖が圧倒的に暖かかったです。ただこの前暖も上に扇風機乗っけたら結構暖かかったですね。この床断熱と窓のシェードがだいぶ効いていたのだと思います。短期の車中泊旅はもうこのカセットボンベを使った暖房が一番手っ取り早くて早くていいですね。長期の場合は石油ファンヒーターなどが燃料も長時間使えていいかなと思いました。やっぱりカセットガスタイプはガスボンベの処理が困ります。かなり増えますんで。うわ、一瞬でまた積もっちゃいました。フロントウィンドウは大丈夫ですね。はい、じゃあ忘れないようにこちらの雨よけも外しておきます。はい、じゃあ網戸も取りました。バッテリーも結構減ったんで最後走行充電して帰ります。うわ、ちょっと開けただけだけどもう雪すごいですね。入ってきます。はい、充電始まりました。これはまた厳しい走行になりそうです。これ下手したらまた前が見えないかもしれません。危なそうだったらパーキングエリアに入ります。うわ、すごいな。この嫁の軽自動車 N 版今日使えるので、
極寒の雪山で車中泊してきます。4駆のスタッドレスタイヤなので雪には強いと思います。もうセッティング完了しました。何回かこの N1 で車中泊行ったんですけど、今日が一番寒くなりそうです。なのでシュラフは二重にして寒さをしのぎます。今回車内の調理で試したいのがこの高級ホットプレートです。これなんか匂いが出にくく煙も出にくいそうです。この嫁の N 版なんですけど、サイドが見にくいということでサイドモニター追加しました。これで両サイドの視覚を補ってます。車内から配線沿わしてこんな感じで目立たないカメラです。こんなん自分はいらないかなと思っていたんですけど、いざ運転してみるとすごい便利でした。キャンピングカーとか特に良さそうです。行く場所なんですけど、有料施設を特別に使用させていただけることになりました。他2人と合同車中泊になります。といっても別々に車中泊するんですが、何かあった時心強いですよね。去年も一緒に行ったテンタンさんと旅する家の物語さんです。チャンネル登録者数2人とも100万人を超えている車中泊系の YouTuber です。どんな車内のセッティングなんでしょうか。2人の車撮影できそうでしたら撮影しておきます。はい、途中山の中に有名な豆腐屋さんがあったんで寄ってみます。三山豆腐さんです。なんとちょうど最後の豆腐でした。冷蔵庫はこのソファー下に設置しています。走行充電で5度まで冷やしていました。この味の染み込んだ小さい美味しそうなパックの豆腐売ってたんで、今ここで一つ食べてみます。なんかもう切った感じチーズのようです。それではいただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ほのかに甘いだしが豆腐に染み渡っています。でもそこまで濃くないので、豆腐の大豆の味もしっかりして固めな食感なんで、本当にチーズのようです。ごちそうさまでした。いや、豆腐の大豆の味がダイレクトに味わえてすごい美味しかったです。で、今日お箸なんですけど、いつもは使い捨ての割り箸使ってるんですけど、今回は普通のお箸使っていきます。毎回ウェットティッシュで拭かないといけないんで面倒なんですけど、割り箸だったらゴミ箱のゴミ袋を突き破る可能性があるんですよね。で、毎回気使いますんで、今回はこのコンパクトなお箸を使います。軽自動車なんでできるだけ小さいもので車中泊アイテムを揃えました。雪山行きますので、この助手席の足元に車の雪装備いろいろ持ってきました。スタッドレスタイヤ履いてるんですけど、一応チェーンと輪止め、牽引フック、ジャンプスターター、こちら防寒手袋と雪用のカッパですね。あとは窓が凍った時用に氷解スプレー、そしてスタックした時用の脱出用具、少し大きめのアルミスコップで、車に雪を落とすスノーブラシです。はい、今道路上の電光掲示板では温度が3度と表示されています。これからどんどん下がってくると思います。到着しました。それでは早速車中泊のセッティングを行います。その前にこの雪が積もっているところにビール冷やしておきます。
もう車乗らないんで先にこの地ビールいただきます。いや、この雪降るロケーションの中でキンキンに冷えたビールたまりません。飲み出すと止まらなくなるんで、とりあえず車中のセッティングを先に終わらします。雪は今のところそこまで積もってません。前回降った雪が残ってる感じですかね。すぐ横の標高高いところはガンガンに積もってますんで、今日の夜温度下がったら積もってくると思います。この N 版の奥にあるダイハツの後で、あれがデンタンさんの車ですね。後で車中のセッティング見せていただきます。旅江さんは先ほど奥の方にいたんですけど、お風呂入りに行きました。軽トラとハイエースがお持ちなんですけど、今日はハイエースで車着するようです。冷蔵庫なんですけど、走行中はこの DC ソケット分岐して電源取っていました。でもこれ今から外して、こっちのポータブルバッテリーにつなぎ替えます。はい、つけました。で温度は5度にセットしておきます。今現在外気温が 1.6 度なんで、外の方が冷たいですね。車内暖房を使うとかなり暑くなりますんで、冷蔵庫は食材入れてきます。ポータブルバッテリーは今回 1000Wh タイプと 500Wh タイプ2台持ってきました。でこちら 1000Wh タイプの方は冷蔵庫と IH 処理機に使えます。こちらの小さい方は照明やスマホの充電で使えます。照明は LED のデスクライト3つ使ってますんで、かなり明るいと思います。これでも消費電力は 7W と、やっぱり LED ライトはかなり省エネですね。でこちらの大きい方のポータブルバッテリーは電源タップさせておきます。ここに延長して設置しています。テーブルの下なんでかなり使い勝手はいいです。それでは窓にシェードしていきます。今日は冷えますんで、この断熱用のマットセッティングしていきます。こちらはリアの窓用です。はい、外からも全然見えないですね。バッチリです。フロントウィンドウとこのサイドのシェードは上部収納に置いてます。ちょっと大きめに作ってますんで、はめるだけで取れません。はい、これで前も OK です。外からは見えなくなりました。運転席側のサイドの窓なんですけど、換気できるように少し下げておきます。このくらいだったら息も入らないと思います。でここ折り目入れてますんで、料理するときはここ開けて換気します。あとはこの運転席背もたれを前に倒して全体的に前に引いておきます。これで後ろかなり広く使えます。今日の暖房なんですけど、この岩谷のカセットガスファンヒーター風暖持ってきました。でこれをここにセットします。でこれ運転席の下空洞なんですけど、木で平らにして台を設置しました。なのでこちらある程度後ろを下げてスペースを確保しつつ、この入り口は広く取れます。後部座席はカーテンで目隠しします。それでは反対側の窓もカーテンで閉めます。こちらはマグネットで貼り付くようにしています。さあこれで車内のセッティング終わりました。フロントウィンドウは断熱なんですけど、このサイドはカーテンだけなんで、ある程度車内は寒くなると思います。後ろもこんな感じでセッティング完了です。温度が早速下がってきました。現在車内の温度が 6.9 度、外気温これ外につないでるんですけど、もう0度です。ちょうど一気に冷えてきました。それでは早速風暖使っていきます。こちら開けると換気扇になってますんで、ここ開けときます。そして一酸化炭素消す器、こちらもセッティングしておきます。現在は 0ppm です。やっぱあったかいですね。すぐに温まります。これ標準と弱2段階ありますんで弱にしておきます。カセットガスの予備はこのソファーの下の収納、ここに置いています。で反対側、ここはご飯とか食材、こちらはゴミ袋やティッシュなど置いてます。でここちょっと隙間ありましたんで、ここに着替えと、あとはこういった
ダウンパンツですね。寒くなってきたら着替えます。じゃああとはもうビール飲んでゆっくり車中泊を楽しみます。外の極寒の雪の中から冷やしますんで、かなりキンキンに冷えてると思います。地面がうっすらと白くなってきました。やっぱり外気温が0度ぐらいになってくると雪は積もってきます。明日の朝はどんな光景でしょうか。楽しみです。もうキンキンです。で、あとはもう車内の冷蔵庫に入れておきます。今日はこのエビスビール買ってみました。シトラスブラウン新発売のようです。いや、キンキンに冷えてます。やっぱり雪で冷やすとより一層美味しいですね。このエビスビールはすごいフルーティーで香りも良くて美味しいです。それではお腹すいたんで車中飯にします。このホットプレート少し高かったんですけど、なんか煙が出にくくて油も飛び散りにくいというレビューだったんで、車中飯に向いてるんじゃないかと思い買ってみました。すごいコンパクトなんですよね。これでセッティング OK です。コンセントはここに挿します。これメーカーさんが公式で気に入らなかったら返品 OK という商品です。なので今日使ってみて気に入らなければ返品も検討したいと思います。焼くものはやっぱり肉ですよね。焼肉いただきます。この商品マジックグリルって言うんですけど、なんかレビュー見ていたらやっぱり多少は油が跳ねるということなんで、今回は少しアレンジしたいと思います。このアルミホイルでホットプレートの周辺を囲って油が外に行かないようにしたいと思います。焼肉の湯気はこの換気扇で車外に排出します。で、取り込む空気はこの運転席の窓からなりますんで、この流れになって車内こちら側はそんなに外の空気が入ってこないと思います。さあ、これで囲います。すごい簡単に囲いができました。油跳ねがはっきり分かるように周辺にキッチンペーパー敷いておきます。これで油跳ねてもすぐに分かると思います。さあ、これでうまくいってくれるでしょうか。車内焼肉で匂いが残らないシステムができればかなり画期的だと思います。やっぱり車中泊でも焼肉食べたいんですよね。これは永遠の戦いです。焼肉を追加するときにできるだけこのキッチンペーパーで軽く油を拭いとけば油跳ねはかなり軽減されそうなんで、こちらも徹底してやってみます。焼肉のタレなんですけど、今回買ってくの忘れてしまったんで、この調味料で簡易的に作ってみます。混ぜるだけでできるように醤油大さじ1、ごま油小さじ1、砂糖小さじ1を混ぜて作ります。今軽く味見してみたんですけど、焼肉のタレでした。びっくりしました。これにあとニンニクとか入れたらもう完璧ですね。それではホットプレートの電源つけていきます。ホットプレートの火力の強さは2段階あるんですけど、一番強い火力で 660W 消費しています。1個弱くします。弱にすると約 400W 消費しています。もうほんのりあったかいですね。それでは焼いていきます。はい、じゃあ換気扇回します。赤身の脂肪分が少ない部分から焼いていきます。すごい勢いでこの湯気が外に出ていっています。今んとこは全く油飛び散ってないですね。それではいただきます。
なんと今のところ全く油跳ねありません。次はこの脂肪がちょっと多いもも肉ですね。こちらは油跳ねしそうな感じします。その前に一旦この汚れですね落としておきます。キッチンペーパーで。さっきの赤身よりもたくさん湯気が立って外に排出されてます。柔らかくて脂が乗っていてたまりません。めちゃくちゃ美味しいです。ごちそうさまでした。すべてのお肉食べちゃいました。換気扇は今日から弱に変えておきます。で、しばらく空気循環させておきます。そしてホットプレートなんですけど、こんな感じでこびりついています。で、キッチンペーパーでもう一度拭き取ります。結構こびりついてますね。一旦お水少し垂らして汚れ取ります。はい、水入れて拭けばきれいに取れました。で、最後の仕上げのウェットティッシュで拭いています。汚れもついてません。調理中、このフライパンについたこびりつきの汚れはすぐ取れたんで、熱が冷めてしまうと取りにくくなってしまうかもしれません。はい、じゃあお箸の方はウェットティッシュできれいにしておきました。そして周辺の油なんですけど、この手前の方はなんと一粒も油が飛んでいません。で、こちら側横の方も全く飛んでいません。これはすごいですね。焼肉していて感じたのが、このホットプレートそこまで高温になりません。焼肉がゆっくり焼けていく感じでした。なので周辺に油が飛び散ってないんだと思います。ただ周辺を囲っていたアルミホイル、あそこの下ら辺は結構油ついてたんで、やっぱりアルミホイルで囲わないと油跳ねはすると思います。このホットプレートとアルミホイルの囲いの組み合わせはかなり有効だと思います。明日の朝どのぐらい匂い残ってるかが楽しみです。焼肉のタレ余ったんで、このクッキングシートに吸わしてゴミで捨てます。ポータブルバッテリーの残量なんですけど、1000Whのバッテリーを焼肉2、30分使用して 30% 減りました。現在 70% です。現在の車内の温度は 19.9 度とかなり暖かいです。外気温はマイナス 0.9 度です。朝方はどのぐらい下がるんでしょうか。それとはテーブルきれいにして、でこのホットプレートはもう明日の朝も使えますんで、ここに置いときます。外はどんな状態でしょうか。外にトイレありますんで、トイレに行くついでに外の様子も見てきます。結構積もってきましたね。外はかなり寒いです。凍ってる感じの雪ですね。車にはまだほとんど雪が積もってない状態です。これからどんどん積もってくると思われます。結構風が強いですね。冷たい風が顔に突き刺さります。もう辺りは真っ暗です。向こうの方にデンターさん止まってるんですけど、ちょっともう見えないですね。こっち側はですね、旅江さんのハイエースです。ちょっと外から見てみます。トイファクトリー、かっこいいですね。FF ヒーターの音が聞こえますんで、中は暖房をつけてるようです。中、これなんかゲームしてますね、2人で。デンタンさんもいます。で、こちら側は旅江さんですね。マリオカートやってますね。なんてことでしょうか。ちょっと自分呼ばれてないんで、もう車内戻ります。靴が一瞬で凍ってしまいました。この下の靴置き持ってきておいてよかったです。氷が溶けて下がびしょびしょになります。今 LINE 見たらですね、3人のグループ LINE あるんですけど、そこにマリオカートやりませんかと LINE 来ていました。ちょっと撮影中で気づきませんでした。後で LINE 返しておきます。そういえば10分ぐらい外に行って、で中入ってきたんですけど、全然焼肉の匂いしません。というか全く匂いがしません。これはかなり使えるかもしれません。また明日の朝ごはんもこちらのホットプレートを使って車種飯の匂いの検証していきます。それでは先に歯磨き済ましておきます。
水の使えない車種役でいつもやってる歯磨きなんですけど、この水を固める凝固剤と防臭袋、そしてこちらキッチン用のゴミ受けっていうんですかね、こちら使います。歯ブラシは今回使い捨てタイプを持ってきました。防臭袋は一応二重にして縛っておきます。もう先にベッド展開も済ませておきます。このままでも眠れるんですけど、もう少し幅を広げます。これマットを横にしていきます。そしてこの空いた隙間に延長マットをはめます。上半身だけ拡張されました。これで快適に眠れると思います。あとはちょっと面倒なんですけど、このシュラフを二重にします。中にダウンシュラフを入れます。はい、完成しました。これがかなりあったかいんですよね。この中のナンガのダウンシュラフが快適に眠れる温度がマイナス5度とカタログでは表記されてるんですけど、実際マイナス5度では結構寒いんですよね。で、こちら外側ロゴスの2度まで対応のシュラフなんですけど、これを二重にすることによってこの2つでマイナス10度ぐらいはいけると思います。このシェードは断熱してるんですけど、ここ鉄板むき出しなんで、もう外と変わらないぐらい寒くなるんですよね。車内は今回の極寒雪中車中泊の寒さに耐えれるのか不安でもあるんですけど、楽しみでもあります。起きてる時この風なんでどんだけ快適でも寝る時はやっぱり切られたためなんで、寝具の寒さ対策は本当に重要になってきます。こういったシュラフではなくて、もっと大きい羽毛布団積んで毛布もくるまって寝ればあったかいんですけど、やっぱりこの軽自動車の車中泊は場所がありません。なのでダウンシュラフは暖かくてかなりコンパクトになりますので、軽自動車の車中泊には強い味方になります。やっぱりズボンだとゴワゴワしますんで、このパジャマに着替えます。枕の中にフリース素材のパジャマあります。 iPhone なんですけど、朝方車内が冷え切って氷点下入ると使えなくなってしまいます。なのでこのシュラフの中入れときます。車内の一酸化炭素警報器はここに置いてるんですけど、この奥に二酸化炭素警報器も置いてます。現在が 3700ppm、 結構高いですね。自然界が 400ppm です。車内は意外と二酸化炭素濃度が高くなって締め切ると 5000ppm いきます。先ほど換気してたんで少し下がりました。ちょっと窓開ければだいぶ下がるんですけど、しかし今日はかなり寒くなりますんで迷うところです。いつもこのぐらいの二酸化炭素濃度で車着しても問題なく快眠できてますんで、今回もこの状態で寝ます。外気温はマイナス 2.8 度ですね。車中泊が趣味の仲間といると会話が止まりません。撮影外ではお二方とカメラの話や YouTube の編集の話など話題がつきません。なんか大人になってから出会う人は友達になれなかったんですけど、車中泊やキャンピングカーを通して出会った人たちはすぐに友達になれるんですよね。子供の頃もこんな感じだったなって記憶は蘇ります。明日は朝までここで過ごして、その後自分の家に来てくれるそうなんで、富山県をいろいろ案内したいと思います。おはようございます。かなり寒くて途中起きてしまいました。というのも二重にするとちょっと暑かったみたいで上半身出てました。で、夜中すごいキンキンに冷えて上半身が寒くて起きるというのを2回ぐらい繰り返しました。今も顔が寒くてこのシュラフから出るのがかなり億劫です。現在車内の温度は0度、
外気温はマイナス 3.4 度です。スマホアプリの天気予報で今確認しました。これウィンディでいう結構正確な天気予報アプリなんですけど、朝方はなんとマイナス11度までいけたようです。二酸化炭素計測器はちょっと電池が切れていたようです。これ凍ってますね。車内に置いてた水が凍っちゃってます。空寒いわけですね。暖房をつけて車内温めます。ついてくれるでしょうか。よかった、つきました。暖房の前でお水解凍しておきます。シラフはもうこのまま折りたたんでおきます。助手席が潰れちゃうんですけど、一人だったらこの仕様でも問題ないですね。寝るときもシラフをパッと出せば眠れます。はい、それではいただきます。完全に目が覚めました。それでは外の様子どうなんでしょうか。見てきます。そこまで積もってはないんですけど、すごい外が寒いです。なんか寒くて舌が回りにくい感じです。車にも雪は積もってないですね。よかったです。出る時の除雪はかなり覚悟したんですけど、これならもうそのまま出るそうです。結構木が多い場所だったんですけど、この林に囲まれて車中泊するのもなかなかいいですね。やっぱり温度がかなり低いので雪がサラサラしています。ここ雪溜まってるとこなんですけど、鎌倉みたいな作ってる人います。面白いですね。ちょっと入ってみます。結構大きい。この鎌倉の中は風が来ないんで結構あったかいですね。ここで朝ごはん食べるのも良さそうです。いや、ソリ持ってきたらよかったですね。しくじりました。お腹も空いてきたんで車内戻ります。これはテンタンさんの車ですね。ダイハツアトレです。これアダプティブクルーズコントロールついてて、すごい交通も快適なんですよね。この車も N バン同様車内引いたと思います。後で寝心地と車内の車中泊セッティングがどんな感じなのか見せていただきます。旅さんのハイエースはキャンピングカー仕様なんで、唯一この F ヒーターキャンピングカー専用の暖房がついてます。この出っ張ってる窓はアクリル二重窓など断熱処理が施されてます。なので中はだいぶ暖かかったと思います。こちらも後で車内の様子軽く撮ってみます。この窓結構結露してると思いますので、もう取って乾かしておきます。ご飯食べてるうちに乾くと思います。やっぱすごい結露してますね。フロントウィンドウもびっしょりですね。助手席の窓もかなり濡れています。朝ごはんもまたこのホットプレート使っていきます。パパッとだし巻き卵とご飯食べようと思ったんですけど、これもよう考えたらだし巻き卵の中にご飯入れちゃったら、だし巻き卵ご飯なんて結構美味しいんじゃないですかね。やってみます。ホットプレートは今日でいきます。電子レンジないんですけど、もうこれレトルトのご飯こうやって潰してホットプレートで温めます。ちょっとだけ水分足しておきます。ご飯にもこの醤油とみり小さじ
1ずつぐらい入れて味付けしておきます。はい、できてきましたね。いい匂いします。あれ、止まりました。ポータルバッテリー 0% になってます。昨日の夜 70% あったんですけどね、車内が氷点下になってしまって、リチウムバッテリーは氷点下に弱いんで 0% になってしまいました。今車内の照明ついてますんで、もう一個の方のバッテリーは 78% あります。こっち側使います。車内はもう暖房つけて暖かくなってきたんで、リチウムバッテリー使えるかなと思ったんですけど、ダメでしたね。この大きい方は窓側にあったんで余計に冷えたかもしれません。ではこのちっちゃい方で使っていきます。この火力弱でやったら 400W なんで、この弱で使っていきます。はい、じゃあご飯できたんで一旦揚げます。まだホットプレートが熱いんでこびりつきもほとんどなく綺麗に取れました。はい、じゃあ卵贅沢に4つ使っていきます。味付けはもう簡単に今日白だし持ってきましたんで、こちら入れていきます。はい、温まってますね。油敷いてキッチンペーパーで広げます。結構傾いてましたね。ティッシュ入れて調整します。じゃあここにご飯並べていきます。さあ、美味しそうに出来上がりました。もうフライパンはあったかいうちに汚れを落としておきます。結構すぐ取れますね。さあ、どうでしょうか。一旦切ってみます。いや、卵たくさん使ったんですごい綺麗にできました。美味しそうです。それではいただきます。いや、これはもう大ヒットですね。自分の中でネギとか入れてもいいですね。なんかこれコンビニで売ってほしいですね。それでは雪景色を見ながらもうしばらく堪能します。はい、ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。片付けたいんですけど、ちょっとホットプレートがね、まだ少しあったかいんですよね。この辺がメリットでもあり、車種役にとってはデメリットでもありますね。ご飯は熱々でずっと美味しいんですけど、すぐに片付けて移動したい車種役にとっては悩ましいところです。待たないといけないので、なんか専用の耐熱カバーとかあれば良さそうですね。はい、汚れきれいに取れました。やっぱり温かいうちに拭いておくと汚れがすぐに取れます。連続で車中泊する場合でしたら、もうこれでバンバン使えるんで、かなりいいですよね。家に帰ってからしっかり洗います。今回このアルミホイルで囲いながら肉焼くと全然油跳ねしないのが分かったんで、かなり車中泊の焼肉の可能性が広がりました。あと気になるのは、このホットプレートじゃなくて他のホットプレートでもあれ囲えばかなり軽減されるんじゃないかなと思います。またそれも検証していきます。車内に匂い残したくない方はこの換気扇とアルミで囲うのかなりおすすめです。いやー、しかし今回極寒の中での車中泊はやはりポータブルバッテリーの弱さを痛感しました。今回はホットプレート使いたかったので電気にこだわったんですけど、やっぱりこのガスですね。一応今回は持ってきてました。もうこれ使うのが極寒の車中泊では一番いいですね。はい、それでは出発の準備します。いや、すごい山々の景色が美しくて気持ちいいです。もう雪落とし大丈夫ですね。フロントウィンドウもルーフも雪が積もっていません。フロントウィンドウの結露だいぶ取れました。頭を軽く拭いておきます。リ
リアもだいぶ取れましたが、まだ少し濡れています。これで出発の準備整いました。この車体の下半分ですね、これがすごい汚れてます。これ多分融雪剤の塩化カルシウムですね。白くなっています。これを放置するとボディにだいぶダメージを受けます。雪国に移住するまで知らなかったんですけど、高速道路以外山道も普通に塩化カルシウム巻かれてます。なので頻繁に水で洗い流した方がいいですね。今日も帰ったら水で洗い流します。一緒に車中泊した2人ももう準備が整っているようです。ちょっと車内だけ見させていただきます。あ、なんかまた中でゲームしてるかもしれないですね。助手席にはこれラクールですね。クーラーが助手席に置かれてます。ちょっと開けてみます。あ、やってますね、マリオカート。はい、ちょっとお邪魔します。やっぱりこのハイエースのスーパーノブ、入り口広いのがいいですね。後ろにはペットがあって、旅さんは木の方に寝てたようです。まだぬくもりを感じることができます。ちょっと2人はもう熱中してますんで、デンタさんの車ちょっと見ます。じゃあデンタさんの後で見せていただきます。おお、かなり清潔感あります。なんかマット結構分厚いですね。で、銀マットで下からの冷気を遮断しています。すごい綺麗ですね。なんか無駄のない作りで清潔感があります。ポータブルバッテリーは大容量のも1台だけ持ってきています。ここで全部調理とかパソコンとかもできます。上部収納もあって、この車普通の軽バンのように見えて、実はキャンピングカー仕様なんですね。で、ここ知りませんでした。FF ヒーターついてます。しかも温度調整自動のやつです。この辺も綺麗に整理されていて、さすが几帳面なデンタさんですね。窓はカーテンがついています。全部の窓ついてるんで、わざわざシェードの作業は一瞬で終わると思います。で、ここ網戸ですね。これよく考えられてますね。次乗るならこういうキャンピングカー作ってみたいですね。あ、これすごいのが、この鉄のボディの車内側なんですけど、こういったプラスチックですかね、カバーがついてるんで、ちゃんと断熱効果もありそうです。これはよく考えられてますね。いや、いい車ですね。ありがとうございました。じゃあご飯でも食べて家行きましょうか。はい、じゃあ出発します。はい、自宅に戻ってまいりました。旅江さんとデンタンさんも家に来てくれたんで、今からガレージや家でいろいろ遊びたいと思います。今みぞれが降って車体濡れたんですけど、塩化カルシウムびっしりついてると思いますので、軽く洗い流しておきます。はい、車体下も軽く洗い終えました。はい、じゃあお疲れ様でありがとうございます。カーキャンパイ。これね、今回車中泊で自分使ったんですけど、油跳ねの少ないホットプレート、これすごい良かったんで、今からこれで焼き鳥とか焼いて食べましょう。これ冷蔵庫はこれも車中泊で使ってるやつ、バッテリーで動くんで皆さん使ってください。これ富山のアルビススーパーの焼き鳥、めっちゃ美味しいですよね。これも食べましょう。じゃあ消しますね。はい、じゃあおやすみなさい。ありがとうございました。お気をつけて。ちょっと開けて驚かしてみます。ここ車中泊ダメなんですけどここ車中泊ダメなんですけど